ポッドキャストは聞き取れるけど、日本人と話すと全然わからない。この状況心当たりある人いないですか？実はこれって日本語力が低いわけじゃなくて、練習の仕方っていうのに問題があります。で、僕も英語を勉強してた時に全く一緒の悩みがありました。だから今日はその話をしていきます。これまずなんでポッドキャストは聞き取りやすいのかっていうのを考えたことありますか？これ多分当たり前すぎて考えたことない人もいるかもしれないんですけど、ポッドキャストっていうのは録音環境っていうのがいいわけですよ。まずマイクを使ってるからノイズっていうのが少なくて音がクリアに届きます。あと聞き手を意識して話してるわけですよ。聞いてもらうためだけに話してるから、自然と、文の流れとかが整理されてるわけですね。変な言い間違いとか余計な部分っていうのもカットしてるし、それとか、話題が最初から決まってますよね。例えば、日本の食文化っていうテーマのポッドキャストを聞いてるときに、途中で聞き取れない言葉が出てきたとしても、多分食べ物か料理の話だろうって予測できるわけじゃないですか。だからテーマが分かってると、多少聞き逃しても頭が勝手に補ってくれるんですね。だからポッドキャストで分かるっていうのは日本語力だけじゃなくて、この予測できる環境のおかげでもあります。じゃあ逆になんで会話になると難しくなるのかっていうと、実はここにね、多くの人が気づいてない大事なことがあるんですけど、分かるっていうのと聞き取れるっていうのは全然別のスキルです。これ同じように思えると思うんですけど、全然違って、まず分かるっていうのは内容を理解する力のことです。テーマとか文脈があれば多少聞き逃しても頭の中で補えるって言いましたよね。だからさっき言った料理の例、日本の食文化の話もあったけど、これが分かったっていう力。だからこのポッドキャストとかで感じる分かったっていうのは、ほぼこの力のおかげなんですね。聞き取れるっていうのは、音を耳で捉えるだけじゃなくて、話の流れとか意味っていうのをその場で理解できる力のことです。例えば友達と食べ物の話をしてた時に、急にそういえばあの映画見たみたいな感じで言われて、急に話が変わった時に、え、今何の話ってならずについていけるかどうか。だから、ポッドキャストっていうのは、一個のテーマについて話してるのが多いですよね。だから、考える時間っていうのがあるんですよ。でも、会話っていうのは、待ってくれないです。だから、ポッドキャストを聞いてると、この聞き取る力っていうのが、普通の会話に比べると、あんまり鍛えられないと思います。この会話で聞き取れない原因っていうのは、何個か原因があるんですけど、1個目は、音の変化に慣れてないことです。これ、すごい覚えてる話があるんですけど、昔、ね、いつだったか忘れたけど、日本人向けの動画を YouTube で見てたんですけど、そのコメント欄に、私は日本語を勉強しているのですが、あなたはネイティブですか？普通の日本人とは発音が違いますっていうコメントがあって、で、僕からしたら全然違和感はなかったわけですね。普通の日本語って何って思ったんですよ、その時。本当に昔の話なんで、このコメントだけ覚えてて、その動画がどんな話し方してたかを忘れたんですけど、多分標準語じゃなくて方言が入ってたと思うんですよ。だからそのコメントした人からしたら、ちょっと標準語と違うだけで、普通の日本語じゃないって感じてしまったんだと思います。そもそも日本全国ね、みんな同じ話し方をしてるわけではないし、まず東京に住んでる人でも方言が混じってる人なんて普通にいるんですよ。だから僕の話し方もたまにこうやってポッドキャストで喋ってても方言が入ったりする時もあるし、でも大体のポッドキャストは
綺麗な日本語で喋るんですね。標準語っていうのかな。そこだけで勉強すると、綺麗な日本語しか知らないっていう状態になっちゃうんですね。まあだから、その人はね、何で勉強したのかわかんないですけど、綺麗な日本語しか知らなかったんでしょうね。で、二つ目の原因が、実際に使われる表現に弱いことです。で、教科書に載ってる日本語っていうのと、実際に日本人が話す日本語っていうのはかなり違います。若い人は特にスラングとか、省略とかもバンバン使うし、いつか、僕が普通に友達と喋ってる動画も上げようかなって思ってるんですけど、多分それ見たら、あ、こんなに違うんだってなると思います。僕は普段こういう喋り方じゃないですし、方言も入るし、あとスラングもめっちゃ使うので、標準語とはかなり違いますね。だからこういう日本語に慣れてないと、音は聞こえてるのに意味が頭に入ってこない。知ってる言葉のはずなのになんでかわからないみたいな状態になるんですね。で、三つ目の原因が頭の処理が追いついてないことです。まずみんなゆっくり一文ずつ聞けばわかると思うんですよ。でもネイティブのスピードで流れてくると間に合わないんですね。頭の中で音を聞いて意味を考えるっていう作業をしてるからこれは起こるんですけど、みんなもその自分の国の言葉を喋るときにそんなこと考えないじゃないですか。だからネイティブっていうのは無意識でこれをやってるわけですね。で、それに追いつくにはとにかく量になれるしかないんですね。一気に解決する方法なんていうのはないんですけど、そうやって量をこなしていくことで確実に慣れていきます。その方法としては、もちろん、ポッドキャストを聞くなって言ってるわけじゃなくて、日常的に聞くのはものすごくおすすめだし、だから僕も実際英語でね、ポッドキャスト聞いたりしてるからこうやって発信してるんですよ。自分がいいと思ってるから発信してるんですけど、僕が言いたいのは、ポッドキャストだけじゃなくて、ドラマとか、バラエティとか、ドキュメンタリーとか、いろんな素材を使って話し方のリズムとかスピードっていうのに慣れてほしいんですよ。ポッドキャストはさっきも言ったけど、整理された話し方。だけど、ドラマとかだと、ボソボソ喋るキャラクターもいるし、バラエティとかだったら、もう早口とか、いろんな人が喋ってるとかあるし、で、リアリティ番組とかだったら、リアルな話し方もそうだし、いろんな感情が入ってるわけですね。この日本語ポッドキャストとかだと、女性の人が結構多いと思うんですけど、その女性だけじゃなくて男性も聞いたりとか、あとは若い人の声、年配の人、標準語とか、方言とかもそうですけど、いろんな話し方に慣れることが大事です。これは僕も本当に実感したことがあって、だから一種類だけに偏ったらどうなるのかっていう話なんですけど、フィリピンにいた時に一個上の先生と付き合ってたんですね。で、帰国後も、ちょっと1、2ヶ月かな。1、2ヶ月ぐらい付き合ってて、フィリピンから帰った後、英語を使う機会がその子と電話する時しかなくなったわけですね。だからその子とだけずっと喋ってたんですけど、で、その後、別の先生と英語のレッスンした時に、なんか話し方が時々女性っぽいねって言われて、そういえばその時に、僕上手くなりたかったんで、その彼女のトーンとか話し方っていうのを真似したりしてたんですよ。だからそうなったと思うんですけど、フィリピンにいた時はいろんな先生と話してるから、一人に偏ってなかったから、そういう話し方にはなってなかったんですけど、だからその人だけになったから起こったことなんですね。だからみんなも気をつけてほしくて、特にアニメで勉強するときは、もしアニメだけで勉強しちゃうと、アニメっぽい話し方っていうのが身につきます。だから一種類だけに頼ると、こういうことが起きやすくて、だからこそいろんな素材を使うし、
そうじゃないと聞き取ることもできないし、話し方も変になるんですね。だからそういう勉強法っていうのが一番大事です。はい。だからまあ聞き取れないとかいうのは、実力不足っていうよりは、触れてきた素材の種類の問題で、ポッドキャストでわかるっていう感覚があるんだったら、日本語の基礎とか土台っていうのはすごいできてるんで、あとは聞く素材っていうのをいろいろ増やしてみて、広げていくことで、みんなの日本語は変わっていくので、別に焦る必要はないと思います。今日も聞いてくれてありがとうございました。チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。じゃあまた次のエピソードでお会いしましょう。バイバイ。